ご視聴ありがとうございます。今回はいよいよ完成が迫る中央線12両化に伴うホーム延伸工事後編です。それまで最長10両だった通勤電車にグリーン車2両を追加すべく行われた巨大プロジェクトの全貌に迫ります。後編では意外と大掛かりな工事が続く郊外の区間の様子をお届けします。来週末に迫った一連のプロジェクト最大の工事と対象から外れた区間の今後に注目です。12両化に伴い各駅でホームの延伸が進む中、設備を減らすことになったのがこの東青梅駅です。前編でご紹介した牛浜駅と同じホーム1つ線路2本の島式と呼ばれる構造の駅で東京寄りに踏切があります。駅の直前で線路が合流し、駅では単線になります。ホームの左端には後付け感満載のフェンスがあり、その左には線路1本分の土地があります。そしてホームの奥には明らかに仮設っぽい作りのホームが続きます。これは今年5月の工事によるものです。もともと上下線は東青梅駅を出た先で合流していました。踏切がある東京寄りではなく、下りの青梅寄りに延伸するにあたり、ここがネックになりました。このままでは延伸するホームがこの線路に被ってしまう一方、下り線を外側に移してスペースを確保した牛浜駅と違い、線路を移設する場所もなかったため、下り線を丸ごと潰してホームを伸ばすことになったのです。この工事は5月13日土曜日の夕方5時半頃から翌日曜日の明け方4時10分頃まで行われ、壁青梅間が運休になり、バス代行が行われました。また、周辺の3カ所の踏切が封鎖されており、前編でご紹介した牛浜駅の工事より規模や影響範囲が大きいです。これまで上下線で分かれていた番線は上り2番線に集約され、線路が1本だけになるため、番号は振られなくなりました。というわけで、こんな感じの放送を聞くことができます。まもなく快速東京行きが参ります。このタイプの自動放送で番線の読み上げがないのはなかなか新鮮です。発車案内表示器は新しいものが設置され、3段表示になりました。工事前、3月のダイヤ改正で上下線の発車時刻がずらされ、この工事に伴うダイヤ改正はありませんでしたが、青梅東青梅間が単線であることもあってか、時刻をきれいに合わせるのが難しかったらしく、隣の壁駅で数分停車する列車もあります。こうした不便を補うためと言われているのが、隣の壁駅での工事です。3月のダイヤ改正で新しいホームの使用が始まりました。向かって右、1、2番線のホームの延長部分は先日入れるようになったのに対し、新しいホームは最初から12両分あり、列車が来ないところでも立ち入れます。そこに至る通路は新たに建設されたもので、出来たての香りが漂います。この先にあるのが、上下線の南側に新しく作られた3番線ホーム。上下両方で他の線路につながっており、折り返し運転などに便利です。このホームは折り返し列車での使用が基本ですが、折り返し列車の本数自体が少ないため、通常は1、2番線を使います。そして、東青梅駅を挟んで反対側の青梅駅では、さらにスケールの大きい工事が行われていました。線路の数が一気に増え、3本の線路の間に2つのホームがあるほか、その横には留置線が並びます。この列車は一番右の線路に到着です。2つのホームのうち、右側のホームは幅が狭く、屋根も短く、左側のホームとは大きく違います。そしてホーム下り寄りを見ると、この線路が右にそれているのがわかります。私が乗っていた列車が走っていた一番右の線路と右側のホームは、つい数ヶ月前に使用が始まったものです。青梅線ではもともと大半の列車が青梅駅で上下それぞれに折り返しており、青梅駅を通して運行される列車はほぼありませんでした。折り返し列車も多数ある中、ホーム1つ、線路2本でさばく状態が続いていたのです。東青梅駅のそばまで単線ということもあり、運行上の自由度が低かったため、2014年8月、ホームと線路を1つずつ追加することが決まりました。そして当初のプレスリリースを見ると、下り寄りで3つの線路が合流しています。線路とホームの増設が決まったのは、12両化の計画が決まる前です。しかしこれでは、12両分のホームが確保できないため、中央と右の線路を右に振り、向かって左のホームだけが、フルで12両対応とされることになりました。
中央の線路の右側もホームを伸ばせば12両対応にできそうですが、そのような構造にはなっていません。このホームと線路は留置線を潰して作ったもので、減らす留置線を少なくしたためホーム幅が狭くなり、ホームの中ほどにある階段とエレベーターが、ホームの端にぴったりくっついているからです。そして、左側のホームを伸ばすスペースを捻出するため、真ん中の線路を右に移す工事が行われました。22年10月に行われたこの工事では、下り寄り1箇所と上り寄り2箇所のポイントを交換することになり、昨年10月15日土曜日の午前0時半頃から、翌16日日曜日の午前3時頃まで工事が行われました。15日土曜日に青梅駅を発着するすべての列車が運休になり、大規模なバス代行輸送も行われています。運休当日の工事の様子と、大規模工事を支える現地の様子を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。なお、線路移設工事前の下り寄りの様子がこちら。ホームを伸ばす場所を確保するため、線路2本をぐぐっと曲げたことがよくわかります。工事から1年以上経過し、下り寄りに延伸されたホームは結構姿を見せています。真ん中の線路を発車する下り列車の最後尾からの映像を見ると、ホームを伸ばすスペースを確保するため、この線路と左隣の線路が移設された様子がとてもよくわかります。工事計画に変更はありましたが、中央の線路を下り列車、外側2線を上り列車に割り当てて、向かい合わせで乗り換えられるようにした上で、本数の多い上り列車の線路を多めに確保しています。一方、ある課題も抱えています。これは、土休日の朝の様子です。4番線に到着したのが、当駅止まりの10両編成、ホリデー快速奥多摩号です。そして中央の線路に停車しているのが、当駅始発の6両編成、下りホリデー快速奥多摩号、奥多摩行きです。3月のダイヤ改正の前までは、新宿から10両で発車し、途中の拝寺まで6両と4両に分割されていた列車です。6両は奥多摩号として奥多摩まで、4両は秋川号として、五日市線の武蔵五日市まで運行されていました。ダイヤ改正で秋川号が廃止になり、10両すべてが奥多摩号となったものの、運行区間が短縮され、青梅駅で乗り換えが必須になりました。奥多摩青梅間は、最長6両までしか入れないため、10両で奥多摩駅まで行くことはできません。青梅駅で切り離して6両にするのではなく、列車自体が分けられました。3番線の奥多摩行きは、階段エレベーターを避けてホームの前寄りに止まっているため、後ろ寄りの車両が混雑するほか、接続時間では乗り換えが終わりません。ここから先は一部の駅を除いて単線なので、この列車の遅れが他の列車にも波及することがあります。そして奥多摩青梅間は、12両化の対象外です。奥多摩行きのホリデー快速は6両ですが、通過駅の大半が4両分しかホームがないため、普通列車は4両で運行されます。そしてこの区間では、3月のダイヤ改正で、ホリデー快速などの一部を除き、ワンマン運転になりました。真ん中に止まっているのは、ワンマン運転のために改造された車両で、運転台の後ろには、このようなステッカーがあります。また、奥多摩青梅間では、土休日は日中平均30分間隔なのに対し、過去のダイヤ改正で平日は45分間隔となり、本数が間引かれました。青梅から6駅先の沢井駅では、それまで2本あった線路が1本に減らされました。列車本数も減り、上下線の列車がここで行き違いをしないダイヤになったのも要因です。これに合わせて駅舎も改修され、跨線橋の上からホームの横に移動したものの、新設された通路はなぜかバリアフリー対応ではなく、設置されているのもスイカ用の簡易改札機と、乗車駅証明書発行機だけで、この駅では IC カードのチャージができません。同じような駅は他にもあり、スイカの利用範囲内とはいえ、駅の機能には制限があります。青梅線末端区間では、駅を降りてすぐに本格的な自然やアウトドアを楽しめる利点を生かし、東京アドベンチャーラインと銘打った PR 活動が行われています。この区間で運行される車両には、奥多摩の動植物をあしらったステッカーがついているほか、特製の座席や吊り革を備えたこだわり車両がありますが、グリーン車の増結とホーム延伸が行われ、巨額の設備投資が行われる青梅より東の各駅とは、扱いが大きく違います。青梅線を離れ、立川から中央線を走ります。次の日の駅では、延伸されたホームの使用がすでに始まっています。この駅はホームの幅が狭く安全性が低かったため、
上下線の列車の停止位置をずらし、安全性を高めることになりました。なお、下り寄りには貨物列車などが通過待ちをするための線路があるため、下り寄りにホームを伸ばすことはできません。そして次の豊田駅は、中央快速線有数の規模の車両基地がある場所です。駅の下り寄りには車庫へつながる線路が2本あり、運行の自由度を確保するため、一体交差になっています。下り線の高さが上がっているのは、この先で車庫への線路を乗り越えるからです。これらとつながる線路なども多く、豊田駅では下り寄りにホームを伸ばせなかったため、上り寄りにホームを伸ばすことになりました。この先には上下線の間に線路がありますが、ここに車両を止めると踏切を塞ぐため、ほとんど使われていませんでした。また、向かって右側には反対向きの線路もあったのですが、ホームの延伸に合わせて撤去されるなど、一連のホーム延伸工事の中で、重要性の低い設備の見直しも行われています。グリーン車がすでに納入されている豊田車両センターを横目に、下り方面へ向かいます。次の八王子駅にはもともと12両の特急が止まっていたため、ホームの延伸はありません。意外と堅調に進んでいるように見える工事ですが、この次の駅は違います。この列車のように、次の高尾駅を通して運行される列車は少なく、特急を除く大半の列車が折り返します。下り方面へは、ドアが片側3カ所の車両で運行される列車が大半で、10両編成が基本の上り方面とは違い、3両や6両の列車も多いです。そして駅の手前では、引き上げ線の先に高架橋が追加され、12両対応に伸ばされています。ただしこの駅での工事は、これだけではありません。引き上げ線と上下線の高さが揃い、駅の手前でポイントが続くあたりから、線路の砂利が真っ黒になっています。これは色付きの砂利ではなく、移動しやすいよう、黒い袋に詰めた砂利を使っているからです。奥のホームは、一番向こうの線路に面した側だけが延伸されており、手前のホームが全体的に延伸されているのとは違います。高尾駅では、向かって一番左が1番線で、全部で4番線まであります。この反対側では2つのホームをつなぐ跨線橋があるため、ホームは上り寄りに伸ばされることになりました。そして左側のホームで、1番線側だけが奥まで伸ばされているのは、下り寄りにある駅舎が1番線を塞ぐ位置にあるからです。この駅舎は100年ほど前に作られた歴史あるもので、大掛かりな工事を避けるため、駅舎と反対側に線路を伸ばすことになったのです。そして先ほどの黒い砂利袋は、来週末に行われる、ある大工事のための準備です。高尾駅で間もなく行われるのが、駅の上り寄りの線路切り替え工事です。これは、ホームの延伸と、駅の北側にある留置線の延伸のために行われるものです。もともと駅の北側には5本の留置線があり、10両編成に対応していました。これらを12両対応にするにあたり、線路をどう伸ばすのかが問題になりました。下り寄りには駅舎が、上り寄りには建物があり、線路が合流する部分の位置の兼ね合いもあり、5本すべてを伸ばすことができませんでした。そこで留置線を減らした上で、合流部分の配置を変え、12両対応にすることになったのです。今は1番線から伸びる線路が左右に分かれていますが、左の線路が付け替えられ、隣の2番線から入る配線になります。一番北にあった線路はすでに剥がされ、その南の2本が移動され、12両対応になっています。前編で出てきた、拝島駅の上り寄りにあった留置線が増やされたのも、高尾駅などの工事で留置線が減り、それを補う必要があるからです。この工事は、10月20日金曜日の夜11時頃から22日日曜日の朝4時20分にかけて行われ、特に土曜日の夜7時20分から終電まで、高尾八王子間のすべての列車が運休になり、バスによる代行輸送となります。また、高圧送電線の整備の関係で、それ以外でも数十分にわたって列車が運休になる区間があるほか、土曜日は一部区間で朝から本数が減り、これらの状況は時間帯によって変わります。また、12両化に向けた一連の工事では初めて、特急列車に大規模な運休が生じます。特に、夜7時20分から夜9時までは全列車が運休になり、それ以降は下りが高尾始発、上りが高尾終着になります。あずさや海事といった特急は、普段は高尾駅に止まらないため、
かなりイレギュラーな運行形態ですが、京王線と乗り換えられる高尾駅まで運転することで、乗客への影響を抑えます。土曜日は、京王線と西武線、多摩モノレールの全線に、終日振り替え輸送が行われます。そして、この工事の特徴が、工事が行われる高尾駅まで、列車が運行されることです。拝島駅の工事の時は、10両分のホームの一部を塞ぎ、6両編成はそこを避けることで安全を確保していましたが、高尾駅の場合、そこまでの余裕はありません。工事箇所は駅の上り寄りで、駅そのものは対象外とはいえ、ホームにかなり近いため、慎重な安全対策を施した上で、列車の運行を確保するようです。工事まで2週間を切り、砂利が工事に向けた仕様になっているため、通過する特急列車も速度を落としており、時速45キロの徐行信号がバンバン立っています。駅の北側では、留置線を利用して工事用の車両やトラックが待機しているほか、当日据え付けられると思われるポイントもすでに搬入され、準備は着々と進みます。そしてもちろん、JR 東日本の大規模工事では通例となった、駅や車内モニターでの告知も行われています。異例となる要素もたくさん含まれる内容だけに、工事がどのように進むのかが気になりますね。ご視聴ありがとうございました。